こんにちは、キズナあかりです。本日は、ラジコン飛行機を買って飛ばそう。第5回、XK-A160 はラジコン飛行機なのか、をお送りします。ところで、先日、この A160 と同時に購入した A120 ですが、空輸を断られまして、到着まで時間がかかっています。もうしばらくお待ちください。さて、今日の話題ですが、つまり、この WL トイス XK-A160 は、ラジコン飛行機なのか、これを飛ばすことによって、ラジコン飛行機の練習になるのか、というお話をします。まあ、ラジコン飛行機特有の動きができるか、ということですね。せっかくなので、実際に飛ばしながらお話ししましょう。まず、タキシングです。このサイズで芝滑走路でタキシングできるって、結構すごいことですよ。そして、問題なく、タキシングの練習ができます。そして離陸です。滑走から離陸まで、全く問題なく練習できますね。変なことをすると、失速したまま上昇してしまうのも、ラジコン飛行機そのものです。そして旋回です。ゆかりさんの講座でも頻繁に出てきますが、旋回の練習といえば、8の字飛行です。どうでしょうか。8の字飛行、できていますよね。小型機特有の問題で少々難しいですが、この機械でできれば、何でもできるでしょう。小型機だと、8の字飛行が難しい理由ですが、至近距離で旋回を続けないと、物理的に見えないからです。大きな機体は、非効率な旋回を行って、大きく旋回しても、その大きさのため、よく見えるのです。あ、ちなみに、最初から最後まで 3D モードです。6G モードでは練習になりませんよ。あまりバンクしないで旋回したいところですが、なかなか難しいです。そんな悩みも、ラジコン飛行機の楽しさですよね。それでは、ローパスをしてみましょう。例の傾けるやつですね。この軌道は飛行機特有なんです。つまり、これができれば、間違いなく、ラジコン飛行機です。姿勢を作るのが遅れましたが、斜めに飛べましたよね。これで、完全に、ラジコン飛行機と言っていいでしょう。では、着陸はどうでしょうか？これも、ゆかりさんの講座で何度も出てきますが、着陸の練習は着陸ではありません。タッチ&ゴーが着陸の練習です。素晴らしい。おっと、失速しました。これで、着陸の練習もしっかりできると言えますね。もう一度やってみましょう。ちょっと跳ねていますね。これは着陸に失敗しています。着陸に失敗していることがよくわかる。でも壊れない。良い飛行機と言っていいでしょう。それでは、宙返りを行ってみます。事前に加速します。綺麗にちゃんと宙返りできますね。では、着陸しましょう。これは跳ねていますね。跳ねたらやり直しましょう。やり直すのは重要です。着陸への変な執着心をなくすにも必要な行為ですし、機体を壊さないという意味でも必要な行為です。おや、今度は降りないですね。すぐにやり直しの判断をしましょう。何度でもやり直しましょう。着陸はやり直すほど上手くなります。おっとっと。まあ、こんなものでしょう。さて、いかがでしたか？私の評価としては、これは素晴らしいラジコン飛行機です。ただし、ちょっと小さすぎて難易度高めです。やはり、ラジコン飛行機は大きいほど楽です。この機体、YouTube では、よく、切りもみで墜落する人を見かけますが、あれは、飛行機の失速からの回復方法を知らないと起きる現象です。
私も何度も失速していますが、穏やかに失速しますし、回復操作で簡単に失速から回復できます。また、着陸時に頭から突っ込むのもよく見かけますが、完全に操縦の問題です。総評としては、近所にこのくらいなら怒られない土地があれば、この機体からラジコン飛行機を始めるのもいいでしょう。大きな滑走路のあるラジコンクラブに加入するのであれば、もっと大きな機体から始めた方がいいです。また、ラジコン飛行機としてちゃんとしているので、大きな機体を飛ばしている人のサブ機としてもおすすめです。さて、今日はこのくらいとしましょう。次回は、ホビーラジコンの組み立てを予定しています。では、キズナあかりが担当させていただきました。じゃ、またね。